ティケラドジョンです。今回はね、JWC の方からね、やっていきたいと思います。多分ね、今季初かな、動画にするのは。3戦目なんですけどね。ちょっとね、初戦2日目っていうところで、僕も参加してたんですけど、ちょっと動画撮ってなくて、その辺がね、結構いろいろ被ってて、家にいないことも多くてね、ちょっと動画が撮れなかったっていう形でした。3戦目ね、対戦やってったんですけど、59対50という形で、多分3連勝だったと思います。一応ね、自分の方もね、星6は取れたんですけど、ちょっとね、あんまりいい展開じゃなかったかなって感じなので、紹介するのは1本って形にしますかね。というわけでね、早速やっていきたいと思います。はい、というわけで早速やっていきたいと思います。クイヒーのスーパーバーバリアンと。スーパーバーバリアンがね、やっぱり、世界大会予選の最後のね、クラッシュマスターズの方でも相当使われてて、で、今まで使われてたのってやっぱ突撃艦タイプのね、突撃艦スーパーアーチャーのスーパーバーバリアンがめっちゃ流行ってたんですけど、それ以外のスーパーバーバリアンが相当見られてて、クイヒーだったりとか、スケルトンインビジブルだったりとか、天才だったりとか、もういろんなもう何でもスーパーバーバリアンだったんですけど、今回はクイヒーのスーパーバーバリアン採用っていうところでね、結構、何それ知らないって方もいるとは思いますので、今回はこれを見ていきたいと思います。まずは突撃艦の方で、援軍を釣りつつ、若干ね、リスキーな突撃艦なんですけど、これに関しては確かね、こういう配置が世界大会予選で使われてたと思うんで、それをね、確かこの突撃艦が爆発だったような記憶があるので、それに、なんかそういう感じのやつ投げて最悪引っかかってもいい役でのノリかもしれないですけどね。なんかその時はジャンプをなんかこの辺に差し込んでタウンホールまでみたいなやり方やってて、インビジブルターン2つじゃなかった記憶があるんですけど、その辺ちょっと細かく変えてるかもしれないけど、ほとんど同じようなね、配置が出てたんで、同じようなやり方してるんじゃないかなというところですね。確かこういう前回の取り方がね、どこのクランだったか忘れちゃったんですけど、ありました。さあ、6時の方をスーパーバーバリアンで切って、こういうところが強いんですよね。キングを使わずにクイヒーのためのサイドカットができるっていうのはね、結構でかいんですよ。忘れがちですけど。これによってキングを自分のね、使いたいところに採用することができるっていうのが非常に強いポイントの一つかなというところです。そしてインビジブターがね、中心2つ残っているところ、ここはホーミングチェックのバルもしっかり入れて、クイヒーとスーパーバーバリアのね、強いところ両方採用するような形。さあ、レイジに乗ったクイーンなので、ここはマルチ IT からインビジブターがね、隠される前に先に突破することができましたと。で、陸オーデン型のキングをね、つけることができるのも、これスーパーバーバリアの強いところです。クイヒープラスのこの陸オーデン型のやつって、相当伸びるんですよね、オーデンつけたキングって。これをクイヒーとね、別のところで使うことができて、基本的にこのやり方するときって、兵器って結構、ウッドランチャー型でキングに合わせて一緒に飛ばしてくるみたいなやり方が一般的なんですけど、そうじゃなく、いろいろ選択肢として生まれてくるのが相当強いですね。そしてこのキングの方のサポートにもスーパーバーバリアンが使えるし、ロイヤルチャンピオンのサポートにも使えるしっていうところで、ヒーローのサポートとしてスーパーバーバリアンというユニットが相当優秀っていうところですね。5枠でサイドカットができるっていうところ。しかも HP もそこそこ高いので、タンクもできるっていうところで、今回もクイヒーのね、スーパーバーバリアン編成だったんですが、ユニットも呪文も大量に残って、圧倒的全開と。相当強いですね。これ4ヒーロー残っての完璧な全開。シンプルにね、プランニングだったりが刺さってた部分もあるとは思うんですけど、PS 的な部分でも圧倒的にね、素晴らしい全開だったかなというところですね。チャワさん、ライドラッシュ、ライトニング4枚型ということで、エアス2本追っていくようなやり方、かつ、ライドラ2体でね、サイドカットを入れて、今回ね、ゴーレムとスーパーバーバリアンがね、なんとライドラッシュにも侵食がしております。ここスーパーバーバリアン採用され始めたら、もう大体の編成に本当に入ってきますよね。7体のスーパーバーバリアンが入りつつ、当然なんですけど、これの使い道もね、後でヒーローとね、一緒に混ぜて使うようなやり方になってきます。ライドラの方をトームかけていって真ん中中心突破させていきつつ、花火ですね、ここはタウンホールケア。僕もやったことあるんですけど、安い両方って花火をタウンホールに届けるみたいなやり方のドラゴン編成ね、強いんですよ。ただ、両マルチのところまでエレクトロドラゴンがね、両方入っていって、フランジョのところも破壊をしっかり確認して、ゴーレムからの見習いオーデンキングクイーンを展開していって、ゴーレムがターゲットを取ってくれてるので、ストライカーを相手のクイーンに差し込んでいくと。はい、ライドラの方が綺麗に、ターゲットとかも当選のターゲットをね、取ってくれてますね。ここはクイーンのターゲットも、あとクイーンの勝利もね、行いつつ、そうなると残ってくるのって12時側の投石区画になってくるじゃないですか。それを何で処理するのって考えたら、ロイちゃん短期で突っ込ませるにはね、厳しいけど、普通のライドラッシュしてたら、ここってロイちゃんしか使えないところなんですが、ここからアイスゴーレムとスーパーバーバリアンで削っていきます。
このスーパーバーバリアンの強いところってヒーローを使うことなくヒーローを処理することができるところだと思うんですよね。これが相当強い。宝石のターゲットをロイヤルチャンピオンで見つつ、ロイヤルチャンピオンの処理をここスーパーバーバリアンとかで削っていくと、これスーパーバーバリアン編成の強いところだけ採用したいい区画の突破のやり方ですね。これなかなか新しいかなっていう形ですね。スーパーバーバリアン編成だとね、こういうやり方で最後、区画突破するんですけど、それをこのね、ライドラ編成にも混ぜてやってったっていうところが、割と新しい採用の方法で、シンプルにね、配置にも刺さって3ヒーロー残ってのいい前回だったかなと思います。これは結構応用効きそうでね、ライドラ以外でもいろんな編成に使えそうですね。さあ、これは一応僕のアタックですね。2枚全開のうちの1枚の方という形でした。攻めるタイミングとしてはね、残り4配置だったかな、残ってたところでね、気づいたらもう残り4つになってて、で、1つの村がね、もう、旗が立ってたんで、3個の中から2つ攻めるところを選んでいくっていう形でしたが、ここを選んでいきましたと。61天才をこのモノリスのね、インビジブルタワーのところに打ち込んでいくんですけど、そこの天才のバリアがでかそうなのと、食い火のルートが確保できそうってところでやっていきました。ここもね、大工がかかってないので、落ち着いて、タウンホール起動しないようにやりつつ、この対地クロスのところが結構弱点になってるかなって感じで、アーチャーターのところ、これターゲットも取れてるし、そこバルーン差し込むとバルーンだけで突破できそうかなってとこ。ベビードラはね、意識的にちょっとね、金庫とボムターの方をね、本当はね、削りたいイメージのベビードラでした。で、61天才やっていって、僕もね、レイジ置いてっていうところで、ちょっとね、呪文的には結構苦しい形になっちゃったので、個人的にはちょっと微妙だったかなと思ってるようなシーンですね。で、ここフリーズも打っちゃうんですよね。タウンホールケアにフリーズ使わないといけないっていうところ。これタウンケアがね、フリーズ1枚でできそうっていうのも強かったですね。空に対応する防衛説がないので、細かいね、アーチャーとかなんかソラスケとかを処理していきつつ、キングの方で12時タゲ取って、イーグル方のタゲを取ってね。そうするとクイーンが下側に膨らまないかなと思ってベビドラそこに刺したかったんですが、仕方ないですね。で、下からホグ展開。イーグル、ロイちゃん入ってたんだ、これ。で、一応ここは、トンもかけつつ、ホグとストライカーの方で。ちょっとこの辺微妙だったかな、配分がいろいろと思いつつ。穴開けの方をね、しっかり刺しまして、クイーンの道を確保していきます。で、ここフリーズがないんで、ちょっとね、溜めすぎましたね、フィストの方を。もっと本当は早いタイミングでフィストを使って、フリーズあるかのようなね、タイミングでフィスト打っちゃってましたね。こうでなければキングの方はもっと伸びたかなってところで、ちょっともったいないし、こういったところがちょっと納得いってないので微妙だったかなっていうところですね。ロイヤルチャンピオンの方も能力解放しつつ、クイヒーの方もね、思ったより序盤でね、レイジ2枚使ったりとか苦しい展開になったので、そういったところも個人的にはちょっと、と思ってたところでしたが、クイーンの方ね、しっかりあの展開でブロークまで温存して最終区画入れてたこと、これはボムターンがしっかりね、ユニットで突破できそうなのを確認して、残したバルーンは裏の方に差し込むという。残ったらバルーンをボムターンに投げるだけなので同じなんですけど、はい。なんとか全開でしたよと。ちょっとね、ホグとか消えちゃったんで、前回取れてよかったですねって話ですね。もう一本の方は食い火ではなく、ラバルを普通にやりましたって形だったんですけど、そっちも特に言うことない普通のラバルだったんで、いいかなって感じで対応しませんでした。天才じゃないですね。オーデン、トツトーム型のラバルをやりましたって感じでした。さあ、森尾さんですね。食い火のゴレビズ。なかなか尖った編成。ここはまずは外周部でキングの処理をやっていきつつ、レイジに乗っけてバルーンと押しかけたんですけど、すごい空は長見えだ。ここはもう残ってるところないでしょっていうところで突撃艦を差し込んでいきました。シングルインフェルノのところまでしっかり入って、これギリギリなんですが、イエティの方が突破をしてくれて、援軍処理もこれストライカーから綺麗に打ってくれて、めっちゃ綺麗な処理ができましたね。シングルインフェルノイーグル区画っていうところを突イエティで突破しつつ、援軍も釣ってくれて、援軍結構外までかかっていたんでね、シングルインフェルノのところまでしっかり届くっていうのと、イーグル前のところまでホーミングチェックができれば、イーグル砲のマス目がでかいので、突撃艦にね、当たるホーミングがないっていうところでね、いい形でしたね。レイジをかけてバルーンの方ね、奥までしっかり見届けることができたっていうところも良かったところかなと思います。さあ、いいホーミングチェックの角度。投げたいところをしっかり投げれてますね。で、ウォーデン追加しつつ、ここ繋ぐのがね、ゴレビズなんですよね。一般的なやつだとね、エレクトロタイタンとかスーパーボーラーとかそういうのが出てくることが多いんですけど、ゴレビズで、ここは2時と4時、3時の方をゴレビズ入れつつ、3時上の方をイエティウィザードを使ってますね。ストライカーも刺して。ウォーデンの方はなるべく
キングとかね、上の方、クイーンだけじゃなくて、他のところも入るような角度に本当入ってほしいところですが、モノリスのターゲットがクイーンに入りかけたところもすかさずここはフリーズかけて、モノリスの方もクイーンが突破してくれつつ、インビジブルタワーうまいですね、ここ。ポイズンタワーのタゲが入らないような形を取りたかったインビジブルなような雰囲気もあったけど、ここはウォーデンがね、キングにも気づいてくれて、ギリギリのところまでトームを貯めていく形かな。リスト使いつつ、ここでトームいいですね。リクスケにも捕まりつつですが、タウンホールバッカーの方もある程度ケアができつつ、クイーンの方にもね、しっかりトームかかってて、ヒーラーも打たれてるんですけど、これトームかかってて、クイーンの方が真ん中マルチのところまでしっかり届くことができましたと。で、この裏ゴレが相当強いですね。この対地クロスと投石機のターゲットをゴーレムで取れることができるっていうところを見抜いてのこの採用かなというところです。クイーンの方は中心クロック使うと見てください。なんと手元の呪文がレイジ2発とフリーズがまだ残ってますね。ロイヤルチャンピオンも能力残した状況で、この裏ゴレが相当強かったかなっていうところで、呪文はこんな感じで相当残っての圧倒的全開。なぜって感じですが、バーサス。さあ、キャスリーさん、編成やばいことになってますね。クイヒーのスーパーバーバリアンとホグがバグってますね。5枠のユニットが40体ちょっとと。スケルトンの呪文を置いて、ここはモノリストおでん像、キングのターゲットとかを取っていくような形で、リターン型ですね。で、さっきも言ったんですけどね、クイヒーのためのサイドカットっていうところをキングだったりね、重めのユニットを使うことなくスーパーバーバリアンでできるのが強みですね。さあ、ここはモノリスの方からも攻撃受けてるので、ギリギリまで貯めていきつつ、また、スーパーバーバリアンね、ちょこちょこ出していって、スーパーバーバリアンとクイヒーホグのいいとこ取りをするようなやり方になってるのかな。追加でスーパーバーバリアンがさらにされてきた。もう残り11体というところでね。9時、6時の方、クイーンがしっかりタウンホールに向かうところ、横打ちもないような形でサイドカットをしてくれました。ヒーラーはね、ここ、5体つけてってるんですけど、ユニコーンがおそらくやられるだろうということで、ヒーラーはもう最初から5体。もともとね、モノリストが高い火力のところにね、突っ込むんでね。呪文もレイジだいぶ使っちゃったので、ここはもうインビジブルを使っていきつつ、終わっても回収かな。はい。援軍も見えましたね。で、それを6時に連れていくんですけど、ユニットも大量に使ったので、イーグルが飛んできます。本当はここでレイジ使いたくないんですけど、レイジを置いたところ、イーグル砲も被ったので、ちょっともったいなかったですね。ここが黒くと。気持ちはめちゃくちゃわかると。9時の方はスーパーバーバリアン展開しつつのホグ展開をしていきました。ロイヤルチャンピオンもここから付け足していきつつの一気のトームをかけていきます。さあキングドリルですね。ドリルはどこ投げたこれ。12時ですね。12時ドリル投げてますね。で、クイヒーのためのサイドカットっていうのをここスーパーバーバリアンで削っていきつつ、真ん中にダブルフリーズ、マルチ IT とクイーンの方、両方フリーズかけていって、ちょっとホグパートがね、溶けてしまってるんですよね。ロイちゃんの盾がもうすでにいないと。ドリルに関しては対地クロスここもドカーンと止めていきつつ、ロイヤルチャンピオンが中心を突破していって、キングの方も一区画突破して貫通してくれています。はい、ここ回収、マルチ IT もディギーが入って、フリーズも一発あるので、ここはフリーズをかけていって、ドリルの中身がここからまた出てくるわけなんですけど、ドカンと対1クロスを止めていって、強い。止め続けの終了と。ナイス展開ですね。スーパーバーバリアンの強みっていうところとクイヒーホグをミックスしたような感じで、千葉さんもちょっとミックス戦のね、そういうようなやり方してましたね。さあ、カズマくん。カズマくんもね、クイヒーホグなんですけど、リターン型という形でちょっと近いような感じなんですけど、いや、これもすごかったね。さすカズマでしたね。さあ、6時のところをまずはクイヒー入れていきつつ、ヒーラー4枚ですね。で、3時の方をシューター差し込みます。まずはね、6時の区画をね、このリターン型のクイヒーの方で突破していきます。ヒーラーは4枚しかつけてないので、こういうストライカーのサポートとかもしっかり入れていきつつ、フォーミングチェック入れて、3時の方はシューター、テスラチェックのバーバリアンとかも細かく出しつつ、で、ここからキングの方がね、9時の方に出てきます。上出てますね。しっかり削りつつ、巨爆ヒット。ここはレイジタワーに乗るんですが、ギリギリのこの HP 管理のインビジブルサット。
そしてテスラも降り切ってからの音速リターン、くじ展開。キングがね、すでにくじの上の方をサイドカットしてくれているので、クイーンの方は下に戻りつつ、レイジタワーの発動もね、空打ちみたいな感じで先にさせていることができてますからね。はい、このままキングは上の方に流れていって、マルチ IT の方へ。完璧かって。クイーンのルートはね、クイーン自身が下の方を削っているので、サイドカットはすでに済んでおり、ボールブレーカー、ここは一発目入れていきます。ホーミングチェックも完璧、1枚見えつつ、3時の方のシューターは、相手のね、クイーンの方に捕まってスーパーガーゴイルが発動してますね。大きくなんか3時の方の区画を整備してくれたみたいなイメージにはなってますかね。ウォールブレーカー1枚それつつ、もう1枚奥の方へ、ここはストライカーも出てるので、フリーズからまずは入っていきつつ、ここでポイズン、ストライカーにもかける意味合いがあります、しっかり。はい、ここでストライカー処理が終わって、あとはラバ処理をしていく形ですが、イーグル砲が飛んでくるんでね、あとは HP 管理だけしてあげてなんですが、ポイズンが切れないようにね、ラバ処理中にレイジをかけてあげれば、これ、ちょっと間に合わなかったね。ポイズンに間に合うようにレイジもかけてが、さあ、そのね、次のイーグルの方のタゲは、スーパーホグの方ね、取りたいという形で展開をしていきつつ、下から展開。さあ、タウンホールの方までクイーンが打てるようなルートを取りつつ、ここでトームをかけていって、クイーンはもう黒く打っちゃいたいレベルですけど、黒く打っちゃいましたね。からのトルネも出てきますが、ホグの方にレイジを打っていきつつ、マルチ IT にフリーズ。クイーンの方はもう今後ね、呪文が必要ないですからね、ここ黒く打っても安全だというところ。もう1枚フリーズがあるので、ここはマルチ IT を優先して打っていきたいところですね。第1クロスの竹はホグで取ってて、ロイヤルチャンピオンに被弾もないというところで。あとはブーメランかましていってのナイス旋回。うますぎでしょ、これ。圧倒的すぎる。さあ、続けて森勝スーパーバーバリアンですね。この編成相当流行ってるっていうところで、今回結構食い火のスーパーバーバリアンも多いっていうところでね、ちょっと同じような形という形で紹介していきました。エアスイーパーの方をフリーズかけつつ、エアスイが吹いてる方向ってどうしてもやっぱ突撃艦対策ってね、なかなかしづらいんですよね。エアスイ吹いてるからこう来づらいでしょっていう形で、やっぱりエアスイが吹いてない方向の対策をしたいって形にはなるので、援軍に関してはネクロ4枚って相当珍しい援軍が入ってますね。スーパーアーチャー中心突破させていきつつ、タウンホールプラスアルファでね、削っていきたいところですね。さあ、ラストインビジブルをここにかけて、対地は降りたいね、最近。宝石とかもね、折れれば本当は良かったんですが、削ることはできず。大工がないので、入ったダメージはそのまま引き継ぐという形ですね。反対サイドのクロスも折れたので、残ってるクロスボウはもう1機のみと。クロスボウって結構ね、軽視されがちなんですけど、実はね、相当大事な防衛施設になってて、ヒーローの伸びって結構クロスボウの数になりますね。ポイズンないんですけど、ネクロに対してはエレクトロタイタンめちゃめちゃ強いですからね。4体もいたネクロはエレクトロタイタンで処理をすることができました。今回はウォーデンはすでに使っちゃってるので、見習いウォーデンをつけることで、疑似的なウォーデンを使っていくような形。3時の方がっつりサイドカットしていくことで、キングの方をね、しっかり投石エリアに入れていくようなイメージを。ボムタワー入って、ここでフィストを入れていくタイミングを測ってますね。はい、たどり着いて、エレクトロタイタンとかもなんかもうごちゃ混ぜで、もうリクスケ処理とかをね、キングではなく、もうタイタンのオーラで一瞬でやってくれてるところ。そして9時から同じような形で、スーパーバーバリアン。チャーさんのアタックもこんなようなやり方だったと思うんですけど、ロイヤルチャンピオンと一緒にスーパーバーバリアン混ぜていくことで、短期でね、投げたよりも当たり前だけど、相当楽に処理できてますよね、この9時区画。スーパーバーバリアンの方でターゲットを取って、ストライカー刺すことでヒーロー処理っていうのはもう、ヒーローをぶつけることなく処理をすることができつつ、同時にお互いのね、タゲを取り合って、ロイヤルチャンピオン、クイーンも両方能力残った状況。相当刺さったいい全開かなと思います。余裕でしたね。ナイス全開。はい、というわけでね、今回はこんな形でやっていきました。はい、というわけでね、やっていきました。僕が参加する対戦っていうのはね、こんな感じで、ナビのメンバーが足りない時か、こういう形で JWC かぐらいしか、あとは、あれですね、水曜日の普段のね、ライブ配信でやってる 1v1 の対決イベントだったり、この前トキさんとね、動画で上がってるんですけど、対戦アタックみたいな感じで、数も限られてますので、できるだけね、自分のアタックも紹介したいかなと思っております。はい。あんま把握しないんですけど、多分昨シーズン準優勝だったのかなわかんないけど、多分そんな感じだったと思うんでね。
今季は優勝できたらいいなーって感じで、まあその方がね、勝ち上がってた方が試合数も増えてくると思うので、まあ上げれる動画の数も増えてくるのでね、まあナビのメンバーも一緒にやってるので、レベルの高いアタックがたくさん見れるかなと思います。というわけで今回こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。さよなら。